乗せるにこういう風に切るべきなのね。これをこういう風に立ててしまうと、カットしてあげるとこうやってすごくふわっと綺麗になってるよね。はい、お疲れ様です。今日はね、ちょっと食も実際にね、こう手元の動き見てもらいながら、ちょっとね、感覚つかんでもらえればいいかなと思います。で、結構植毛してぺったらこくなったりする人は基本的にそれは毛量が少ないです。で、逆にボンってね、すごい膨らんでしまう人っていうのは毛量が多すぎます。で、適度な量っていうのをやっぱり自分でね、手を動かしてその感覚をつかまないとわからないと思うので、ちょっとね、画面越しにどれぐらいの量を取ってるのかとかね、そんなとこを参考にしてもらいながらやってもらえるといいのかなと思います。で、基本的に僕はメリノウールしか使ってないです。で、他のもの混ぜてません。で、コリデールとかメリノでもメリノなのかな、縮れてるような毛の時はやっぱり綺麗な毛並みにはならないから、なるべくストレートの綺麗な毛を使うようにしてください。はい、ちょっとね、この辺ね、植えていきます。でね、そうだね。で、こうやって僕はこれぐらいの量を、同じくらいの厚みになるようにだいたいこうやって取ってあげて、で、厚さを揃えて、今ちょっとね、後頭部を植毛してるんだけど、ここに乗せます。で、スピード針で、この植えたとこあるでしょ、1列目の植えたとこ、この上にかぶるようにちょっとね、ちょんづきで押さえます。スピード針ね、使ってるのはね。そんなに深く刺してないです。もうね、そうだな。そこそこ刺してんのか、でも。これぐらいだね。これぐらい刺してる感じ。で、まず刺したら、次、僕の植毛の仕方はね、ここで少し、2、3ミリくらい、こうやって幅を持たせるんだけど、こんな感じでね、少しこの刺してるここに幅を僕は持たせています。で、ここを折り返すんだけど、大体ね、そうだな、この幅がね、大体2、3ミリ。今、短毛種、ロシアンブルーを作ってるんだけど、大体2ミリから3ミリぐらいの、ここの刺し幅にしといてあげて、で、この折り返すんだけど、ここね、折り返し部分はしっかりと刺しておく。で、折り返します。で、毛の流れね、しっかり整えて折り返します。折り返したらまたスピード針そのまま、この折り返したところをしっかりと刺してあげる。で、次ね、この3本針を使います。で、これはね、極細針です。3本とも。これで上から少し毛をね、寝かせるというか、そんな極端に寝かせる必要はないんだけれども、極細針で今植えた分全体的に上から針を入れて抜けないようにしてあげる感じで、もうちょっとね、分かりやすくやるためにこのままいきます。ちょっとね、この耳のところまで埋めちゃいます。厚さはだいたいこんな感じで、
同じ厚みになるように整えたらかぶせて、またさっきと同じようにスピード針で植えたところにねかぶせるように刺していきます。よかったら折り返して根元を刺してやる。はい。でここまでやったら小さなブラシなんかね使って毛を一旦起こしてあげて、そうだ、極細針だね。極細針で一回刺して毛を起こします。で全体的に起きたらバリカンで刈ってしまいます。まずはね少し長めにカット。これがかなり長いけどね、まだまだ切ります。でもこうやってカットしてあげるとこうやってすごくふわっと綺麗になってるよね。この毛並みを作れるように、これ毛量が多いともっと毛が全体的に立ってボンってね寝てくれなかったり、結構ねやりがちなのがみんな遠慮して毛の量を少なくしてこれがねものすごくペソってなってしまう。そうなると作品作っていくうちにどうしてもこうやって触っちゃうからさ、なるべく触らない方がいいんだよ。触らない方がいいんだけどどうしてもね時には触ってしまう時があって、でその時にね触ったら触った分ペターっとね張り付いちゃって、せっかく植毛したのになんか貼り付けたのかね刺し固めの作品だかなんだか分からなくなって中途半端になってしまうから、しっかりとある程度の毛量を入れてあげる。でねこれバリカンの使う時のテクニックなんだけど、ここってさバリカン入れてもこうやってさ毛がこうやって逃げちゃうじゃない。わかる？ここが逃げちゃってここが枯れないのね。でそういう時は僕は指をここに当てて毛の逃げ場をなくしてあげる。でこういう風にこの指の背に刃を当てるようにすると、同じような長さにカットできるから、そんな風なねテクニックも使ってねいろいろ練習してみて編み出してみるといいんじゃないかな。ね、さっきより短くなったけど綺麗だよね毛並みはね。でバリカン使う時に注意してほしいのが、ここの角度あるでしょ、ここね、こういう風に常に作品に対してここの腹に乗せるようにこういう風に切るべきなのね。これをこういう風に立ててしまうとここだけ切れちゃうから段差ができちゃう。常にこういう風にこのバリカンの腹っていうかな、ここを這わせるようにして刈ってあげると綺麗にできるから、そんな風にねやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと簡単だけどね、こんな感じで適度な毛量、少なすぎたらペタッとなるし多すぎたらボンってなっちゃうしね。でその中間くらいをねいろいろ練習してください。これは何グラムとかどれくらいとかそういうものじゃなくて、ちゃんと自分で何度も試してみること。で試さないで自分の手の感覚がないのに成功させようとするからみんな失敗するの。そうじゃない。失敗していいからとにかくテストすること。その中で自分のこれぐらいの量がいいんだなっていう感覚を育てていく。そういうふうにね練習をしてみてください。はい。
ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。